皆さんこんにちは。本日はね、2022年5月26日なんですが、だいぶね、暑くなってきましたよね。で、これからね、さらに梅雨が本格化してね、ジメジメしてくると思うんで、メンタルにも影響がないとは言えないので、疲れたと思ったらね、休むなりして、体調とメンタルを自己管理するのが大切だと思います。で、ちょっとね、視聴者の方から4630万円問題について語ってくれって言われてね、あ、そうだって思ったので、急遽動画を作りました。で、皆さんはね、4630万円欲しいでしょうか？4630万円っていうとね、庶民の感覚だと大金だと思うんですよね。でも正直ね、私的には市役所が起こるのは分かりますが、大してね、納税してないというかね、金持ちではない町民というかね、庶民が起こるのはね、ちょっとおかしいと思うんですよね。そりゃ年収1億円とかね、稼いでるくらいの人だったら、半分税金で持ってかれるので、起こる権利っていうかね、そういうのはあると思うんですけど、逆にね、それぐらい稼げる人なら、多分ですけど、そんなはしたがね、いくらでもくれてやるよ的なね、感覚だと思うのでね、なので、大して納税してない人間がね、今回ピーピー騒いでるんだと思うんですよね。メディアとかもね、こんな騒ぐ必要あるのかって思いますよね。いわゆる小さい犬ほどよく吠えるってことだと思います。で、そもそもね、4630万円を猫ばばしようとしてる時点で貧乏人ですし、金がないからね、金のことでああだこうだ言うわけなんですよね。なので、今回の件で騒いでる人とかね、腹を立ててるのは大抵ね、貧乏人というか庶民ですよね。なので、大多数のね、庶民がセンシティブに反応するから、メディアもね、こぞって報道するんだと思います。で、金持ちからしたらね、そんなはしたがね、いくらでもくれてやるよ的なね、感覚だと思うのでね。で、ちょっとね、前置きは長くなりましたが、今回の事件の原因は何だったのかってことなんですが、私の主観になるんですが、まず誤送金した役所の職員は白なのかって部分が疑わしいですよね。容疑者とグルの可能性もあると思いますよね。で、仮にね、役所の職員が白だった場合でも、市役所がね、その職員を懲戒処分するなりして、ある程度のね、責任を負わせるべきだと思います。あとね、送金するシステムは、そういったヒューマンエラーを防ぐための設計、フールプルーフなどがなされてなかったことも原因だと思います。なので、その会社のシステムはね、今後ね、使うのはやめた方がいいと思うんですよね。あとはね、多分田口容疑者はカジノで使ったって嘘を言いながら、多分実際はね、決済代行会社に金をプールしておいて、後でね、引き出して使おうとしてたと思うんですよね。だっていきなり庶民の口座に4630万円振り込まれたら、何としてでもね、自分のものにしたい、生活の足しにしたいって思う人はね、多いんじゃないでしょうか。場合によってはね、刑務所入ってでも守り抜きたいぐらいの大金ですよね。で、多分ですけど、4360万円を即座に現金で引き落とせたら、それがね、一番そのお金を守るのに有効な方法だったと思うんですけど、いきなりね、銀行に行っても4360万円もの大金は即座には現金として下ろせないと思うので、ネットカジノの代行会社にとりあえずプールしておいて、使ったって嘘を言ったんだと思うんですよね。ただ、今回ね、9割ぐらいね、市の方にお金が返ってきたらしいんですけど、それはね、その代行会社が別途用意したお金なのか、それともね、田口容疑者がね、振り込んだお金なのかって部分が、結構ね、罪の量刑にね、関わってくるらしいですよね。もしね、それ田口容疑者のお金はプールされたままか、あるいはね、ネットカジノに使っちゃったかして、代行会社がね、別途その市に返すお金を用意したんであればね、場合によってはね、田口容疑者はそのね、4000万円以上のお金をね、猫ばばできたっていうことになるんですよね。はい、で、ちょっとね、これ悪いこと言うかもしれませんが、その4360万円をね、もし今回ね、仮想通貨とかに変換してれば、完全にね、追跡をごまかせたと思うんですよね。で、詳細は伏せますが、仮想通貨ってね、警察とかでもね、追跡できないんですよね。本人が言わない限りね。なので、仮想通貨を使ってね、ロンダリングとかしてれば、もしもね、田口容疑者が返す意思がなければね、お金はね、今回返ってこなかったんじゃないかなって私は思います。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。